皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本による台湾支援が実現しました。ワクチンを乗せた航空機が台湾に到着したのです。この件を受けて中国は日本も含めて台湾を非難しています。このような動きが一体なぜ起こったのか、そしてこのような支援がなぜ大事なのかについて今回は解説をしていきましょう。というわけで、台湾にワクチンが到着することになって台湾の蔡英文総統がメッセージを発しています。まずはその記事から見ていきましょう。台湾にワクチン届く。蔡英文総統。民主主義に一層の自信。台湾の蔡英文総統は日本政府から新型コロナウイルスのワクチンが届いた4日、6月4日が天安門事件から32年の日と重なることを関連付け、Facebook にメッセージを投稿しました。メッセージは、同じ信念を抱く人たちが互いに支え合わなければなりませんという書き出しで始まり、6月4日というこの日に日本からのワクチンが台湾に届きます。私たちは同じように自由と民主の価値を堅持するパートナーから助けられ、民主主義に一層の自信が得られたことに感謝しますとしています。続いて、32年前のこの日、天安門広場で犠牲になった若者たちのことを忘れることはありませんとした上で、自由と民主を誇りに思う台湾の全ての人たちがこの日を永遠に忘れず、信念を固く守り、困難にも動揺することがないと信じていますと結んでいます。一方、この動きを受けて、中国は台湾の蔡英文政権を強く非難しています。台湾が日本からの新型コロナウイルスのワクチンの支援に感謝の意義を示したことについて、中国政府で台湾政策を担当する報道官が記者官の質問に答える形で談話を発表しました。談話では、台湾で感染が拡大して以降、我々は何度も中国製のワクチンを提供する意向を示してきたが、民進党当局は様々な口実を作って阻んできたとしています。その上で、一日も早く免疫のバリアを築くことが重要なのか、それとも中国と台湾の政治的な対立をもてあそぶことが重要なのか、民進党当局は台湾の人々に応える必要があると主張し、台湾の蔡英文政権を強く非難しました。まずこの件について私が解説する上で、私がどのような立場から、そしてどのような考えを持っているかをお話ししましょう。まず第一に、私は台湾を支援することに賛成しています。ですから、以前この話題を取り扱った時にも、台湾に対するワクチン提供の支援を進めるべきだという話をしました。ですから、この件に関して例えば台湾を支援すべきではないという考え方の方の場合であれば、私の考えとはちょっと違うので、この先の解説についてもあまり納得はできないかもしれません。しかし現実問題として台湾の蔡英文総統は今回の日本からのワクチン支援を歓迎しています。そして感謝の言葉もメッセージとして発しています。さらにこの言葉、台湾の報道側においても日本に対する感謝の気持ちを示しており、決して日本からの支援をなんでこんなことをするんだといったような跳ねのける報道などはされてはいません。それではなぜ台湾を支援すべきだと私が考えているかについて最初に言っておきましょう。そもそも台湾という国は別に親日派の人たちだけで占められている国ではありません。親中派の人たちも当然います。これは日本と同じなのですが、それぞれ海外勢力と結託している勢力というのはどこの国においても存在しますが、台湾の場合はその事情というのがもっと複雑で、そしてもっと深刻だと言えるでしょう。そもそも台湾は日本からの支配を逃れる時においては、大陸から逃れてきた蒋介石が統治をし始めたことにより、大陸側から入ってきた人たちのもたくさんいるのです。そして中国の経済発展に伴って台湾の経済界の中には、そうした中国共産党と手を結ぶことによって大いに経済発展の利益を得た人たちというのもいるのです。そのような土壌が台湾にありますから、台湾において新型コロナウイルスの感染者数が急増し、そしてワクチンが十分に確保できていないということになった時に、蔡英文政権に対する批判の声も強まり、そして親中派の人たちが勢いづくこととなります。台湾において親中派の人たちが勢力を拡大するということは、当然のように日本の未来にとっても非常に悪影響を及ぼすことであり、台湾に対する支援というものは日本の国益にも直接つながってくる話なのです。そして今回のワクチン支援について反対の意見というものもあるにはあるのですが、その反対意見というのは私にとっては非常に不合理な批判だと思います。その一例としているのが、なぜワクチンを支援するにしてもアストラゼネカのものを使うのかという批判です。例えば日本ではモデルナとファイザーの
のワクチンが使用されているのだから、それらを提供すればいいじゃないかといった声です。まず第一に、この批判というのは実は全く台湾の事情というものを理解していない言葉だと思います。なぜならば台湾で使用承認されているのはアストラゼネカのワクチンだからです。ですから日本でファイザーやモデルナを使っているんだから台湾にも同じものを送ればいいやというのは台湾の事情を全く無視した行為であり、これが一体どのような行為かといえば、それは中国製のワクチンを台湾は使うべきだと言っている中国共産党と言っていることは全く同じなのです。中国では国産のワクチンというものは確かに存在します。シノファームやシノバックといった中国メーカーはすでに新型コロナに対するワクチンというものを完成させてはいますが、その信頼性は私から見れば非常に低いものです。交渉でも有効率は 70% ですし、南米で行われた治験などではその有効性は50% 程度しかなかったというデータなども出ていますから、ファイザーやモデルナの有効率が 90% 以上を超えていることと比べれば、明らかに中国製ワクチンの方がその性質や品質問題を抱えていると言っていいと私は思います。また、中国共産党は今回の件に対して批判をしているわけですが、その中には台湾当局がワクチンを受け入れなかったことに対する恨み節なども含まれていました。そもそも台湾としては、私が述べたような理由で中国製のワクチンというものを積極的に取り入れる気など全くなかったのです。そして欧米メーカーとの接触を繰り返していたわけですが、蔡英文総統自らが中国側の妨害によりうまくいっていないことをすでに何ヶ月前から発言していました。そのような妨害の果てに足元で新型コロナの感染者が急増したのですから、それこそ中国にとってみれば自分たちの狙い通りになったと思ったところでしょう。そこに日本がワクチンを提供するよと言って実際に行動に出たわけですから、彼らにとっては非常に日本の行動というのは目障りだったはずです。だからこそ中国側の批判の声というものは非常に強くなっているのです。そして中国側の反応が強くなっているからこそ、日本は台湾への支援というものをより継続的に行うことを表明するべきでしょう。なおアメリカも台湾への支援というものを表明しています。これはアメリカは国内でのワクチン接種がどんどんと進んでいますから、海外へと提供する余裕というものが生まれてきました。そしてワクチンの入手がうまくいっていない国々に対してワクチンを供給するための取り組みとしてCOVAX というものがあるのですが、この COVAX という運動を通して台湾へのワクチン提供というものを行おうとしているのです。アメリカはこの台湾へのワクチン供給だけではなく、天安門事件についても非常に注目すべき行動をとっています。それはアメリカのブリンケン国務長官がこの天安門事件から32年目の節目にあたり、天安門事件というものは大虐殺が行われたのだという表現を使うことによってこれまで以上の強い非難声明を出しているのです。中国共産党としては国内では言論統制を行い、教育などにおいても天安門事件などなかったかのようにして人々の記憶から消し去ろうとしているわけですから、このようなアメリカ側からの非難声明を受けるというのはこれまた非常に気に障る行動だと言えるでしょう。最後に、これは今回の話の本筋とは少し違うのですが、今回の台湾へのワクチン支援、私が思っていたよりもずっと早い時期に実現しました。日本ではとかくこういった話題に対しては議論しますよ、検討しますよという期間が非常に長く、必要とされている時に必要なものが提供されないといったことはよくあることです。そういった意味においても水面下ではずっと話し合い準備というものは進められてきて、表になった時にはある程度の手続きや実際の動きというものを進んでいたと思われます。こうした表面上に出てすぐに実現した背景には安倍元総理の動きというものがあったと言われています。このことは台湾側でも報道されており、新聞で取り上げる記事には安倍元総理の顔写真が掲載されているものもありました。安倍元総理はそれこそ総理の現役時代よりも今の方がむしろなんだか自由に動けているなといった風に見えることもあり、体調が非常に良いのかもしれません。また総理という肩書きがあった時にはそれこそ親中派の議員たちによる激しい妨害があったからこそ今は一議員として活発に動けているのかもしれません。元総理という肩書きがあっても非常に反日的な言動しかできない人もいるわけですから、そういった意味では安倍総理が元総理として自分のできること、一議員としてできることを最大限に活用しているのは、私は日本にとっても非常に良いことだと思います。それでは本日の締め。日本から台湾へのワクチン支援が実現しました。中国から批判の声が日本にも台湾にも向かっているわけですが、そのような中国共産党の怒りぶりを見ると私は
台湾に対する日本の支援というものはもっと強力に推進すべきだと思っています。皆さんはどう考えられるでしょうか。もちろん私と全く反対の意見の方もおられるでしょう。中国共産党の言う通り、台湾への支援を日本はすべきではない。台湾に対しては中国製のワクチン、シノファームやシノバックスのワクチンが提供されるべきだったというふうに考えられる方もおられるでしょう。あなたはどちらの意見の方が日本の国益にかなうと思われるでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。